どうもこんにちは、川上です。今日はこのフルグローブの靴の中物やっていきたいと思いますね。中物、正直ね、僕はあんまり中物の作業ね、あんまり好きではないですね。というのもあんまり見栄えしないからですね。動画映えももちろんしないし、作っててもね見栄えしないですな。でも非常に大事なんでやっていきたいと思います。今こんな感じで釣り込みをして、すくいねベルトをね手縫いしてつけたところです。ここに跡が縫い跡が残ってますね。これ針の跡ですけど、手縫いしたことが分かります。まずはここ段差になってるんですけど、ここを手縫いする針をね刺すために段差を作ってあります。皮を削ってというか、加工して作ってあって、その時に出たのがこれですね。これ溝皮といって、この溝を作るのに中竿を切って出てきた皮なんですけど、もともとここにあった皮ですね。この溝を作るためにいなくなった皮をまた元のところに戻します。そしたら貼ります。今ね糊を塗りましたので元の位置に戻します。でこれ元の位置に戻すんですけど、戻すところのね目印がありましてですね、この中底にボールジョイントの線引いてるんですよ。親指の付け根と小指の付け根を示す線、ここに線が引いてあるんですけど、これ一番分かりやすいんでここに合わせます。そうするとこの釘の黒い跡も、これ釘を止めてた跡ですけど、ぴったり一致しますね。ただ溝皮切るときに少しね、やっぱこれだけの薄く切ってるんでちょっと伸びるんですよ。なので気持ち縮めながら貼ることになります。ぴったり合わせようとすると。次はベルトの幅を調整します。ベルトの幅、これもともと 12mm ぐらいのこの部材を縫い付けてるんですけど、今回ベベルドウエストですね、ウエストのあたりを絞り込んだ仕様にするために、このウエストのベルト幅を狭くします。この挟んだカードはこれ下敷き代わりですね。ウェルトを切るんで、アッパーに包丁の刃が触れないようにガードしてます。ここがもともとのウェルト幅で、ここカットしてますね。でさらに、カットしたベルトは厚み 3mm ぐらいあるんですけど、これを斜めに薄くします。これが今幅を狭くして三角というか端にかけて薄くなるように調整したところですね。もともとのベルトの断面のこの厚みってこれぐらいあるんで、薄くなってるのが分かります。この時点でベーベルっぽい雰囲気にはなってきてますね。それと、ベルトのこの前部分の幅も調整します。ウエストのところはベベル用に調整したんですけど、この前部分も実際こんなに幅いらない、コバ幅出ないんで、完成時っていうかソール縫った後にまた調整するんですけど、あらかじめ軽く調整しておきます。出幅見ながら、完成の出幅よりちょっと残し目ぐらいに削ります。
ね、どうせ削るんだったらもうちょっと幅の細いベルトをつければいいんじゃないかって話なんですけど、そういうわけにもいかなくて、ほぼほぼそんな感じではあるんですけど、靴のこの形状に合わせて整えるんで、最終仕上がりのベルトの出幅って、この靴の位置、ただボールジョイント部とつま先部、それぞれ微妙に違うんですよね。なのであらかじめ細い幅のベルトを縫い付ければそれで済むかという話ではなくて、逆に細すぎる場所によってはちょっとベルト幅足りなくなっちゃったりっていう可能性もあるんで、こうやって縫い付けてから靴を見ながら調整します。次はコルクシートに型を取ったものを貼り付けて切ります。この土踏まず部分だけコルクまず入れますね。これね、土踏まず部分へこんでるんですよ。へこんでるの分かりますかね。微妙にこれ木型こういう風に底面を作ってまして、僕の作る木型っていうのはほとんど全部こうなってるんですけど、ここを埋めないとこの後のね作業がちょっとできないので、このへこんでる部分だけをまずコルクで埋めます。平らにするって感じですね。これシャンクです。竹ですね。竹をこうパカッと割ったものですね。数字に意味はないです。でこれをねこう削って加工して、ここの腰骨シャンクにします。革くずってこのヒールが独立していて、この土踏まず部分って地面から浮くので、そこをね体重をしっかり支えるシャンクです。ビスポークではこの竹のやつを使ってますね。で今全然これ厚いんで使えないので、これ削っていきますね。長さもちょっと今長いですね。グラインダー使います。今それを太いアイスの棒みたいな感じに削りました。濡らしてあります。でこれがこのままこう靴にあてがってみるとこういう感じですね。隙間が空いてるのが分かると思います。これをここにぴったりくっつくように曲げるんですけど、これ手でやると思っても曲がんないので、意外と硬いんですよ。意外とっていうか竹って硬いですよね。これを曲げるために炙りますね。で炙る時にちょっと表面がね湿ってる方が焦げにくいんで水につけときました。で竹ってこういうふうに炙ってというか熱して柔らかくして作る竹細工とかってあるじゃないですか。それと同じで熱して曲げます。これでこう曲がってきてますね。これで
少し曲がりましたね。もうちょい曲げます。なんで竹使ってるかというと、別に竹じゃなくてもいいんですよね。実際パターンオーダーの MTO の方では鉄使ってます。加工しなくていいんで効率的だし、正直ね鉄で全く問題ないんですよ。なのであえて竹を使うかというと、やっぱり一番はロマンっていうところを僕はこの竹にはあるかなと思ってますね。こうやってね手が入ることによって、なんていうかこの工業製品というよりは工芸品的なそういう気持ちの面ですよね。あとは、一般的に、ね、こういう竹っていうか鉄じゃないシャンクを使う場合ってあって、靴でウッドシャンクって言って大抵ブナの木を使うことが多くて、イギリス系の靴の中分解するとブナのシャンク出てきたりするんですけど、最近のは多分ないけど昔のやつとかあるんですけど、竹のメリットとしてはブナもねそうやって使われてるんでいいんですけど、あえて竹を使ってるのは日本でよく取れますし手に入りやすいですよね。あと竹って破竹の勢いっていう言葉ありますけど、あれってこう竹をこう縦に斧とかで入れるとパカーンって割れるんですよね。その割れる様がすごく速いんで、それを破竹の勢いと呼ぶらしいんですけど、逆にこっちの横ってめちゃくちゃ割れないんですよ。っていうか割れないですね。切るしかないです。っていうぐらいこの縦の繊維がこうしっかりしてる。逆に横の線はないに等しいんですけど、縦の繊維がすごくしっかりしてて、このシャンクを使う向きってこの縦なんで、縦に対する強靭さってかなりのもんなんですよね。かつしなやかとか弾性があるんですよ。これ見ていただくとこう、もう今すでに曲げた状態なんですけど、これちょっとしなりますよね。竹のしなってるところって想像にたやすいと思うんですけど、竹ってしなるんですけど曲げた状態からもう変形しないんですよ。この状態で固定化されてます。かなりシャンクに適した性質だと思います。こういうふうにウエストのところのこのカーブに合わせて曲げて、でこの状態で固定化されるので、上から荷重がかかってもカーブした状態を保ってくれる。でまずこの縦向きに、めちゃくちゃ力かかったら割れますけど、割れないんで、割れないっていうか折れないんで、というねメリットもあるし、そういうロマンもあるしということで竹使ってます。あともう一つメリットがあるとすると、鉄に比べたメリットだとすると、鉄って空港とかで保安検査の時にね反応したりするじゃないですか。ピーってなる、あれに反応しないっていうぐらいで、普通に大丈夫ですけどね。革靴、これ短靴のね靴履いててピーってなることって基本ねそんなないと思うんで、実際大丈夫なんですけどね。あと錆びないっていうのもありますね。鉄はね僕修理してて鉄のシャンクが錆びてて折れてるのって見たことあるんですよ。でも逆にウッドシャンク、ブナのシャンクが折れてるのを見たことあるんですよ。だからどっちもどっちで折れるんですけど、竹のやつはそもそも竹使ってる靴ってまず靴がないんで折れてるところを見たことはないんですけど、自分が今まで作った靴、お客さんに作った靴、履いた靴含めて竹のシャンク折れたことは一応ないので、耐久性的にも大丈夫かなと思います。普通に使ってれば鉄シャンクもね折れないし、鉄シャンクが、折れるほど錆びちゃう状態ってそこ周りに何らか影響があると思うんで、それか使い方かだから、まずそんなことは起きないしね、ほぼねこの竹を使うことのメリットっていうのは、自分の靴竹入ってるんだぜっていうそう言えるぐらいのものかなと思いますね、実際のところは。でもそういうのって靴作りでいうくぶ仕立てとフルハンドの違いにもね似たようなところってあるんで、そういった素材使いとか工業製品との違いとかね、そういったところは靴の魅力を語る上では意外と大事な部分かなと思います。
ちなみにこの竹はこの状態でガンガン叩くと割れちゃうんで、優しく叩いて圧着します。ちなみに鉄シャンクの時も同じようにガンガン叩かないですね。鉄シャンクは割れないですけど、変に叩きすぎると変な変形しちゃって、鉄シャンクが変な曲がりを起こしちゃうんで、あんまり叩かないですね、どっちにしても。これはシャンク用の皮ですね。これまた同じように型を取って切り出します。さっきのシャンクの周りをちょっとコルクで埋めて、その上にレザーを貼り付けます。コルクで埋めたのはちょっと竹シャンクが分厚くて、あまりにこの周りとの段差が大きかったんで、先にコルクで少し隙間を充填してから、その上にこのレザーを貼り付けて補強します。最後に前方部分のコルクを貼ります。ということで、コルク削りまで終わりました。この接地点ですね、地面に触れる部分正確に出しながらなだらかに削ってます。ただなだらかに削ってるだけではなくて、形状、履いた時の歩く時のための形状も考えて削ってますね。こんな感じでウエストからフロントにかけてこういうふうに光に照らすと分かるんですけど、なだらかな丸みをつけて削ってます。ということで中物が終わりましたんで、次回は出し縫いですね。レザーソールつけて手縫いをしていきたいと思います。それではまた。